はいどうも、キースケです。今回はエンドフィールド、春の暁、訪れし時、開発通信が公開されたんでまとめていきます。予告番組で公開された新情報がより詳細に紹介されていて、特に皆さんが気になっているであろう特殊スカウトに関する詳細も出ました。わかりやすくまとめていきますんで、よければ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。まずは修正工業システムおよび地域建設の改善について。 D ジャンゴの式中数に新機能一括管理が追加。製造や生産アイテムの一括受け取りや製造生産の調整、手がかりの一括受け取りおよび配置が可能になります。これはめちゃくちゃ便利ですよね。ぶっちゃけ今でも不便さは感じないんですけど、より楽になるならありがたい話ですよ。特に手がかりの一括配置はありがたいですね。次に資源回収所の受け取り改善。資源回収所がレベル4に達すると、マップ画面から遠隔で受け取り可能になります。今のところ D ジャンゴのレベルアップ予定はないそうですけど、マップから受け取れるならもらっときたいですよね。保管ボックス機能の改善。保管ボックスの配達依頼リストにエリア別のソート機能が追加され、特定エリアの依頼を素早く見つけられるようになります。僕は無料の配達依頼を中心にやってるんですけど、更新して探して更新して探してっていうのは正直面倒だったんで、これは嬉しい改善。地下配件の使用体験を改善。マップの修正工業エリアにも地下配管や田口地下配管のアイコンが表示されるようになります。また、上記のエリア内で出入り口を移動させる際、接続されたパイプが切断されなくなり、工業レイアウトが変更しやすくなります。図面の共有テキストの改善。図面共有コードをコピーした際、システムが自動生成するテキストにその図面の名称が含まれるようになります。図面の共有と受け取りのプロセスがより直感的になります。以上が修正工業システムおよび地域建設の改善になります。続いて戦闘仕様の改善。帰局再現、ボスステージですよね。そこにタイマーが追加されます。これによって勲章の加工やタイムアタックなどがやりやすくなりますね。必殺技の残り持続時間の表示が追加。一定時間持続する必殺技、イボンヌやレーバテイン、ゾアンなどですよね。それらのオペレーターが必殺技を発動すると持続時間が表示されるようになります。次に UI および操作性の改善。装備製造機能が改善されます。オペレーターの装備画面に装備製造のボタンが追加。ボタンを押すと装備加工画面にジャンプできるようになるんで、わざわざ戻らなくても良くなります。上級育成強化ボックスの使用が改善。オペレーターのスキルや素質を強化する際、必要な育成強化素材が上級育成強化ボックスから入手可能で、かつ在庫数が不足している場合、該当素材の詳細画面でボタンを押すと直接ボックスを開けて素材を受け取ることができます。訓練報酬の受け取りを改善。管理人がすでに基礎訓練およびオペレーター訓練における戦闘知識を習得している場合、チュートリアルを最後までプレイすることなく直接報酬を受け取ることができます。前回は確か工業のチュートリアルで直接報酬を受け取れるようになってましたよね。それのオペレーター版です。素材獲得のためのジャンプを改善。一部の素材獲得に関わるジャンプ経路を改善。帰局再現から入手可能な素材について、素材のアイテム詳細画面から直接協約空間に飛べるようになります。コントローラーのボタンカスタム設定が改善。探索モードと戦闘に関連するボタンのカスタム機能が追加。正直これに関してはまだなかったんだねっていうのが正直な感想ですね。オペレーターのエフェクト表示が改善。
オペレーターを貫突すると特殊なエフェクトが表示されるんですけど、それをオンオフ切り替えれるようになりました。貫突するとオペレーターの一部が光るやつですよね。続いて育成体験の改善。理性消費許可証の入手経路を追加。理性を倍使えるようになるチケットのことですよね。まず新バージョン、春の暁訪れし時開始後、商品取引にて購入可能な許可証がさらに追加されます。同じく新バージョン開始後、協約通行書の原石配給および協約特注の無限報酬に許可証が追加されます。さらに従来の理性消費軽減イベントが理性補給イベントにリニューアルされ、イベントに参加すると許可証がもらえるようになります。主にこの3つの経路から許可証を手に入れることができます。育成強化応援イベントが追加。オペレーターのレベル、スキル、素質、または武器レベルの強化などの育成強化目標を達成すると、大量の育成素材が返還されます。イベント開始時にすでに目標を達成している場合は直接受け取ることができます。一応このイベントはね、常設イベントらしいんですけど、返還される育成素材に上限があるのかどうなのかというのがちょっと気になるところです。続いて月パスのリニューアルと特典イベントについて。新バージョン開始後、月パスの毎日報酬に理性消費許可証4枚が追加されます。ここでももらえるってことやね。これによって予告番組放送後の11日からバージョンアップメンテナンス開始までの期間中に受け取った月パスの毎日報酬に関しては、新バージョン開始の初日に対応する数量の許可証をメールで配布してくれるみたいです。すごいね。そこまで対応してくれるんだって思います。さらに新バージョンのメンテナンスまでに月パスを購入した場合は、新バージョン開始日の初日にメールで許可証を120枚配布してくれるそうです。いや、多すぎる。ちょっと多いね。メールボックスが許可証で溢れてしまいます。そして新バージョンの開始を記念して、バージョン開始日から5月18日までの間、ログインすると月パス分の報酬を毎日受け取れます。実質月パスの無料配布ですよね。いや、これやばすぎる。ちなみにこれは課金で手に入れた月パスと併用できますから、毎日とんでもない量の報酬を受け取れることになりますよね。いや、これね、月パス配布って嬉しいことなんやけど、無課金で購入してなかった人が月パスの快楽を覚えてしまうと戻れなくなっちゃいそうなんですよね。多分それが狙いだとは思うんですけど、みんなも月パスは購入しちゃった方がいいと思います。続いて特殊スカウト輝きの祝典について。5月14日から開始される特殊スカウトでは、レーバテイン、ギルベルタ、ポグラニチニク、アルデリアがピックアップされます。言ってしまえば復刻ガシャですよね。ギルベルタの復刻で話題になっていて、今回詳細が出たんで見ていきましょう。まず30回スカウトを回すと、特殊スカウトで使える10連チケットが入手できます。次に60回スカウトを回すと、追加で通常スカウト券を10枚入手することができます。次に80回。80回回すと、星6オペレーターが1体確定。ピックアップされている4体のオペレーターからランダムで抽選されます。そして120回。120回回すと、輝きの招集券を1枚入手できます。この招集券を使うと、ピックアップ中の4体のオペレーターの中から好きなオペレーターを選択して入手することができます。言ってしまえば確定天井みたいなものです。で、そこから240回回すごとにピックアップ中のオペレーターから1体選んで印を入手することができます。なので限定スカウトとそこまでの変わりはありませんかね。80連で欲しいオペレーターが4分の1で出れば勝ち。
でなければ120連まで回して確定で入手する。なかなか茨の道ですね。特にギルベルタだけが欲しい人とかさ、4体のうち欲しいオペレーターが1体しかいないみたいな人はちょっと覚悟して引く必要があります。その他にも現在開発中の改善コンテンツも公開されてます。精密加工を一括でできるようになったり、気質厳選で対応するものが出ればグッドマークがついたり、任務表示の優先順位の改善、コントローラーとキーボード操作の切り替え改善など、なかなかかゆいところに手が届く改善が大量ですよ。どんどん快適になっていきますね。いかがだったでしょうか。今回は春の暁訪れし時開発通信まとめでした。なかなかの情報量でビビり散らかしてるんですけど、改善されるのはいいことです。皆さんは今回の改善コンテンツに関してどう思いましたか。よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。